はい、女神ターラからのメッセージ。今日はですね、また高野山奥の院、雨の奥の院を歩いております。結構な雨が、今降ってましてね、周りに、誰もいないですこうね、ボソボソね今、話してるんですけれども、あの人おかしいなって思われないなと思って、ちょっとほっとしてますけれどもね。はい、そういう感じでですね、今をね現代を生きる一人の人間としてはやっぱり周りの目が気になるって、いろんな意味でなんですけれども、周りの目が気になるっていうのがあると思うんですよ。で、私もね、これはあったのが、こんなこと言ってねおかしいなって思われたらどうしようとかね、変な人って思われないかなとか、あとはねちゃんとした人って思われてなきゃいけないとかね、そういうことを結構思ってた時期長くありました。またですね、インスタとかのねSNS ですよね。画面のね向こう側で仲間とかね知り合いとか友達がもうキラキラ輝いてるのを見たり、自己実現してるのをね見せられるわけですよね。でそうすると「わあすごいね」とか「頑張ってるね」って思う反面、自分にね振り返るわけですよ。私の場合もですね、スピリチュアルなことにねやり始めたっていう時期あるんですよ。でそこでねいろいろ、学んだり試行錯誤して、結局ですね、福祉系の、現場の仕事ですよねに参り戻ったっていう、ことがありました。で現場ですから当然泥臭い仕事って言っていいと思うんですけれども、そういう仕事をやってたわけですよ。でそんな時にまたSNS とかでね自分と比べては、なんで私はできなかったんだろうとか、なんで変われなかったんだろうとか思うんですよね。だんだんねそんな自分が嫌だなとか、すごく嫌だって思われてきたり、そのうちにね恥ずかしいとさえ思ってた時期ありました。でですね、今日はそんなかつての私のようなですね、どうしても周りの目が気になっちゃうとか、周りと比べてしまうとか、比べて悶々として、考えてしまう、頭の中をくるくる考えが堂々巡りしてしまうっていう、そんなあなたへ向けて、女神ターラから心が温まるメッセージが今降りてきています。はい、今日はそれをご紹介していこうと思います。今のあなたよりも、キラキラしてるとか活躍してるとかね、自己実現しているっていうのが目に飛び込んでくるわけですけれども、そういうね、人たちを見てなんとなくざっくりとは自分よりも上だなっていう風に、捉えてると思うんですよ。そういう時は自分よりすごいな、上だなみたいな感じで、その尺度で見ると自分より上っていう人は山ほどいるわけですよね。で一方下の人を見た時にもその尺度だと山ほどいるっていうことになりますよね。ということはなんですよ、その尺度でどんなに頑張って自己実現して上に上がったなと思っても、またそこではそれよりも上の人が見えてきちゃうわけですよね。もう絶対いつまで経っても満足できないんですよ。もう無限地獄に陥るよ。ものすごい辛いですよね、その無限地獄。そんな話だと思うんですよね。はい、それでターラからのね一つ目のおすすめは、その上下にあった尺度を横にしてみてくださいって、単なるね横並びで山ほど人がいる状態にしてみてくださいって言ってます。このね置き換えがすごくいい価値観の転換になるからねっていうことなんですけれども、ただねそれぞれ個性があるっていう人が横に山ほど並んでるみたいな、ちょっとイメージしてみてほしいんですけれども、するとどうですかね。個性というか、それぞれのキャラクターが違ってる人がいっぱいいるなみたいな、そんな感じに捉えることできると思うんですよ。
はい、そしてもう一つの、こうやって考えてみてくださいっていうことは、これだけですね AI が発達した時代ですよね。もう綺麗でね論理的な言葉とかノウハウってもう AI がもういとも簡単に代弁してくれるような、そんな、時代になってしまいましたよね。でも論理的であればあるほど AI にとって変わられちゃうみたいな、なんかそんな感じだと思うんですよ。じゃあですね、これから人間の価値って一体どこに向かっていくのか、どんなところに重きが置かれるのかっていうことなんですけれども、それがですね体験なんですよっていうふうに言ってます。でもっと言うと、普通だったら体験したくはないようなこと、もうすごく大変だったとかめちゃめちゃ辛かったとか、それこそね泥臭い現実だったとかね、そういう嫌な体験とか苦しかった体験、それが価値になるんですってことなんですよ。なんかねキラキラしたような成功法則とかより、あなたがね現実で必死でもがいてで苦労してきたっていうその体験談の方が今はですね誰かの心を救うことができる、そんな大きな価値があるんですよっていうふうに言ってます。女神タラはね、あなたが通ってきたその苦労にこそ、すごくね今強い光が当たってるんだよっていうふうに教えてくれています。タラのね言葉をご紹介してきたんですけれども、そうは言ってもですね、私たち現実に戻った時にまたね周りの人たちの素敵なね近況報告とかね、そういうのを見てですね、すごいやっぱり私なんてダメだってつい思って、でついつい上を目指しちゃう、またはしごをですね登り始めちゃうってことあると思うんですよ。もうつい登っちゃうからでということでですね、今日はこの雨のね奥の院で受け取った女神ターラのね今のままのその人生を生きてきたあなたで大丈夫ですよっていう救済とねターラの慈悲のエネルギーを、いつでもね日常でもお守りとしてね持っていただけるような天然石のご用意がございます。で今回ですねこの高野山でメッセージをね受け取っている時にターラのエネルギーとすごいぴったりだなと思ったローズクォーツの丸玉っていうねすごい小さい丸玉なんですけれどもね、ローズクォーツはターラのエネルギーと最も親和性が高いクリスタルの一つになってます。はい、他にもですねこれは私自身がエネルギーが良いものとか信頼できるものだけを集めた天然石だったり、あとはチベット由来のアイテムだったり精麻を使ったアクセサリーなどをショップの方にそっと並べております。皆様にですねお届けするお品物はすべていつでもターラとつながっていられるようにという温かいターラの守護のエネルギーが込められたものになっています。手にしていただくとターラの安心安全の輪に、そっとね入ったようなそんな感覚に、なる方もおられるかなって思います。はい、さらにですね同封する、ターラカードにはですね、今のあなたの思いや願い事を書いていただくとそのままターラへと届けられるっていうことになっております。誰にも言えない本音とかね、ずっと抱えてきた気持ちとかね、そういうものがあればどうぞ、カードに書いてみてください。もうそれだけで、ターラへと、伝わりますので、ぜひ活用してみてください。そして、ストア内にはですね、個別セッションのご用意もございます。これまでの自分の体験の霊的な意味とかね、自分にはどんな可能性があるのかなっていうことをこれまで誰にも言ったことがない、気持ちがあるんだよっていうそういう方にはですね、セッションのご案内もございます。ショップへのリンクは概要欄にございますので、ピンときた方はぜひ、タラからのねお守りを、受け取ってみてください。ではですね今日は高野山奥の院大雨の奥の院も
もうですね、霧が立ち込めそうなすごい幻想的な感じになってきたんですけれども、やっぱり密教の聖地で、もう今日はですね、本当にターラの声なのか、高野山の、高次元の声がね、こうターラの声とこう混ざり合って、本当に高次元の集合体みたいなメッセージだったんですよね。なんか準備されて皆様に、あなたにお届けしてるなっていうのがすごく実感としても今思いながら、メッセージ今日お届けしましたけれども、はい、今日の女神ターラからのメッセージはこんな感じでした。はい、それではまた。はい、ありがとうございます。